皆さんこんばんは、親かなです。今週は3週間でイタリア、クロアチア、ドイツの3カ国を回ったハネムーンの Vlog です。今回の Vlog はできるだけその瞬間瞬間を楽しむためにボイスオーバースタイルにしました。これまでいろんな旅をしてきた中でも特別なものになった私たちのハネムーン。いろんなことを経験していろんなことを感じ、人としても夫婦としてもちょっぴり成長して帰ってこれた気がします。それではハネムーン Vlog をどうぞ。駅に着いたら乗る予定だった成田エクスプレスがキャンセルになったことを知り、予定よりも40分ほど遅れて空港に着いた私たちは出だしからバッタバタ。ラウンジの滞在時間は10分ほどで、その間に食事をとり、まずは乗り換えのあるアブダビへ。初めて乗ったエティハド航空はシートがいい感じで、映画のラインナップも充実。食事も美味しくて2人とも大満足でした。午前3時の乗り継ぎ便に乗り、ローマに着いたのは朝の7時。ホテルのチェックインまで時間があったので、人気の観光スポットを巡り、コーヒーを飲んだり腹ごしらえをして街をブラブラしました。夜はローマおすすめの記事で見つけたレストランを予約して行ってみると大当たり。目の前で調理が見れるコースにしたら、ライブ感たっぷりでエキサイティングな上に、食事もワインもとっても美味しかったです。スタッフのみんなもいい人なので、ローマに行った際にはぜひ行ってみてほしいです。次の日のブランチには Google マップで見つけたバーナムというカフェに行きました。ヒップな人気スポットで、ヘルシーなメニューやスイーツも充実している上に、コーヒーもかなり美味しかったです。私たちが頼んだのはチキンクラブサンドイッチとアボカドサーモンベーグル。2人でご飯を食べるときはいつもシェアして2つのメニューを楽しむようにしています。ブランチの後は街を歩いて散策。ローマは街並みが素敵なので、歩いているだけでも楽しかったです。夜ご飯は地元の人からも愛される老舗のピザ屋ラ・モンテカルロへ。生地の薄いローマスタイルのピザ、最高でした。ローマで2泊した後はシチリアへ。パレルモからカターニャまで1週間のロードトリップが始まります。パレルモでは出先から私が体調を崩し、熱を出してダウン。朝ごはんを食べに行くくらいしかできず、夫は一人で観光に。そんな中でも原稿の締め切りに追われていた私に、夫がカンノーリを買ってきてくれて、ベッドで食べました。夜はヘロヘロになりながらも気合で気になっていたナチュラルワインが飲めるレストランに。パレルモには夜になるとテラスで食事を楽しめるお店がたくさんあって、今回は満喫できず残念だったけど、また元気な時に戻ってこれるといいなと思いました。次の日は東へ移動。途中シネマパラダイスのロケ地で有名なチェファルーに寄り道しました。なんともハッピーで綺麗なビーチでチルしてから宿泊先である小さな町グラッテーリーに。着いた瞬間、なんだこの可愛い町はと2人で大騒ぎ。映画のセットみたいでどこを切り取っても絵になるところでした。ディナーは宿で働いている女の子におすすめしてもらったラ・ヴィラという街で一番人気のピザ屋へ。
イタリア人は夜ご飯の時間が遅いので、店内はほぼ貸し切り状態でした。ちょうどサンセットタイムでものすごく綺麗な夕日を見ながら、たった2ユーロなのにめちゃくちゃ美味しいワインと、これまた美味しい前菜、そしてこれまでの人生の中で一番美味しいピザを食べました。ポルチーニだけとパルメジャンチーズのピザ、なんと9ユーロ。このレストランでの食事がハネムーンの中でダントツ1位でした。次の日は宿で朝ごはんを食べてまた移動。グラッテーリには少しの滞在だったけど大好きになりました。名残惜しく思いながらも、この日はアグリジェントという町へ。2人で初めてのロードトリップ。車内では時に風景に感動しながら、最近考えていることや未来のことなどいろいろな話をしたり、音楽を聴いたり、ポッドキャストを聞きながら、ああでもないこうでもない言ったりして楽しい時間を過ごしました。東京にいると互いに忙しく、じっくり話す時間が持てないこともあって、一緒になってから長いけど、この旅でお互いのことをより深く知れた気がします。Yeah. Yes, thank you. アグリジェントでは少しスローダウンして観光はせずにホテルで昼寝したり本を読んだりしながらゆったりと過ごしました。せっかく来たからと旅先ではあれもこれもと張り切ってしまいがちですが、時には暮らすように旅する感覚も大事にするように心がけています。次の日は朝ごはんを食べてまた次の町へと出発。私たちはオリーブ畑に囲まれた静かな宿をとても気に入って、もう一泊してもよかったねと話しながら、ロードトリップの中間地点シラクーサへと向かいました。パレルモぶりの栄えた町ではコインランドリーで洗濯をし、ミシュランスターのあるレストランでご飯を食べたり、街中にあるビーチで泳いでからナチュラルワインバーに行ったりして、この街ならではのシティライフを楽しみました。シラクーサは活気があっておしゃれなスポットも多く、ご飯も美味しくて楽しい街でした。シチリア最後の夜はカターニャで、地元で人気のナチュラルワインバーで旅を振り返りながら美味しいワインを楽しみ、メインストリートでディナーをし、その後は一番人気のジェラートを食べながら街をブラブラして、イタリア旅行っぽい夜を過ごしました。次の日は早朝のフライトでクロアチアへ。ジュネーブ経由だったので、乗り継ぎでは仕事のメールを返したり動画の編集をしました。旅先でも仕事はあるので、空港の待ち時間やフライト中など移動時間で集中して片付け、現地では楽しめるように工夫しています。Madame, Monsieur, bienvenue à Dubrovnik où il est bientôt 40 minutes en heure locale. Tous les appareils électroniques. クロアチアでは日程を前半と後半に分け、前半は観光地から少し離れたエリアで過ごしました。シチリアのロードトリップは転々としていたので、
このタイミングで気持ちのいいホテルでゆっくりできたのはとても良かったです。予定はほとんど入れずに、夫と食事を楽しんだり、ホテルで働いている人やゲストと仲良くなってみんなでハングアウトしたり、本を読んだり書き物なんかもしました。時にはボートに乗って近くの島や勧められたレストランにも足を伸ばし、たっぷりと太陽を浴びて美味しいものを食べて、心も体も喜ぶような滞在になりました。4日目の昼間にホテルをチェックアウトし、後半はクロアチア一番の観光地であるドゥブロブニク旧市街にホテルを移動。チェックインまでの空き時間は空港の先にあるパジャスカビーチに行きました。小さいビーチではありますが、信じられないぐらい美しくて、今まで見たビーチの中でも一番綺麗だったんじゃないかなと思うほどでした。ビーチでゆっくりした後はホテルへ。旧市街は映画のような世界観で、お城の中に街があるといった感じ。ドラマゲームオブスローンズの舞台として選ばれたのも納得の雰囲気のある街は、とてもロマンチックなところでした。歴史のある街ですが、一番の観光地だけあっていい感じのレストランやバーもたくさんありました。ハイシーズンでとても混んでいたけど、結婚式や水球大会など毎日いろいろなことが起こっていて、エネルギッシュで活気があって楽しかったです。滞在中はずっと天気に恵まれ、最終日はチェックアウトしてから街中を散歩。汗をかいたら地元の人に混ざって海で泳いで、海から上がった後は気に入ったビールバーでクラフトビールを買って飲む。フライトまでの時間をゆったりと過ごしました。クロアチアの次はベルリン。さすがに疲れが出たのか、シチリアで引いた風がぶり返してまたダウン。初日はほぼベッドで過ごしました。Yeah, and then I've just been kind of like working on a new like little vision board or like resetting my goals or getting, yeah, just like more clear on things that I want to happen. 復活した後はベルリンの街を散策。ビデオを撮るのも忘れちゃうくらいベルリンの街を気に入り、夫と2人で移住の話が出るほどでした。ベルリンにはいろいろな人種の方がいるため、カルチャーや食なども興味深く、そういう意味ではニューヨークと似ているけど、もっとチルでレイドバックな感じでとても心地よかったです。みんな自分の好きな感じで暮らしてるけど、肩肘張ってるんじゃなくて自然な感じ。それがとっても素敵だなと思いました。行く前から楽しみにしていた木曜日だけやっているフードマーケットでは、世界中の食べ物や飲み物が並んでいてとても楽しく、旅のハイライトにもなったぐらいなので、木曜日にベルリンにいたらぜひお腹を空かせて行ってみてほしいです。ベルリンの後はローマに2日間だけ戻って日本へ。久しぶりの長めの旅はとても濃く、たくさんの出会いもあり、日常という感覚から抜け出して改めて自分と向き合ういい機会でした。やっぱりいろいろなものを見て経験するということは、自分の感覚を刺激し、人生を豊かにしてくれます。2人で初めての長旅ではお互いのこともたくさん学びました。これからまたいっぱい旅をしていろんな景色を一緒に見たいです。今週も最後まで見てくれてありがとうございました。次のビデオまで。またね。